こんな小賢しいずっしりと懐かしい味は再現、いい仕事してます。気になっていたレッドベルベット、おすすめは超厚切り。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。恵方巻き4種類セット2480円です。メルマが掲載品です。左からネギトロ巻き、サーモン巻き、田舎巻き、海鮮巻きです。ガリは1個、わさびと醤油は2個ずつです。消費期限は当日です。販売は2月3日までです。2023年は南南東を向いて丸かぶりだそうです。今回は10等分に切りました。ちょっとがっかりの部分だったのは海鮮巻きの大葉です。巻きの両端に千切りの大葉が2本突き刺さっているだけです。いかにも大葉が入ってます感を醸し出してた分、がっかりしました。もうね、こんな小賢しい真似するくらいなら入れなくていいです。変色してしなしなだったので処分しました。その海鮮巻きには生サーモンと赤エビとスルメイカ、イクラの醤油漬けが少し入っています。ほのかにごま油が香ります。田舎巻きは卵焼き、ごぼう、かんぴょう、しいたけ、人参、きゅうり、おぼろです。甘辛く煮た根菜たちの味が効いてます。サーモン巻きは大きな生サーモンが中心で贅沢ですね。ネギトロ巻きには青ネギとマグロのペーストが入っています。美味しいけど1本あたりは620円だと思うと、当日はやっぱり自分で巻こうかなと思っちゃいますね。豚角煮カーパオです。5個入り2280円です。肉まんっぽい感じですけれども、トンポーローをふんわりとしたパオで包みました。とろっとした豚バラ肉の甘みと旨みが特徴です。とポップに説明がありました。加工日は今日、消費期限はあさってです。お肉が分厚いのでパオが割れちゃってるのもありますね。ずっしりと 146g。蒸しパンの直径は12センチ、厚さは17ミリくらいで、ふっくら柔らかいです。トンポーローは 60g、長辺が10センチくらい、厚さは14ミリです。野菜は千切りの長ネギと小口切りの青ネギです。少し温めた方が美味しくなるとのことなので、レンジで加熱しました。600ワットで1分だと熱すぎたので40秒くらいにしたらちょうどよかったです。温めると煮こごりが溶けてベタベタになります。それを蒸しパンが吸っちゃう感じで、トンポーローの味付けが全てを左右しますね。トンポーローは柔らかくて甘くてジューシーで、少し中華らしい香辛料がふわっと香ります。ふんわりもちもちした蒸しパンとのバランスも良くてとても美味しかったです。からしもおすすめです。でも1個あたり456円は高いのでリピはしないと思います。三等価チャーシュー 400g ブロック1098円です。チャーシューはこれの他には丸大焼き豚しか置いてなかったです。ラーメン三等価は旭川創業だそうです。製造は宮城県。賞味期限は2月10日です。約3週間です。とても柔らかいので扱いにくいんですけれども、4ミリずつにスライスしました。ラーメンに使います。温めるとさらに柔らかくなってジューシー、とても美味しいです。端っこは炒め物などに使います。スガキ屋鶴亀堂豚骨ラーメン6食入り998円です。1食あたりは 166.33 円。製造は愛知県です。賞味期限は2月9日です。約3週間です。鶴亀堂って博多ラーメンですけれども、愛知県の会社なんですね。私は愛知出身なので、スガキ屋でアルバイト経験はありますけども、当時は鶴亀堂はなかったので知りません。生の細麺、旨辛にんにくだれ、液体スープがそれぞれ6個ずつ入っています。茹で時間は好みで5秒から60秒くらい。短いので全てを揃えてから1人分ずつ作る方がいいですね。ラーメン作りの常識だとは思いますけれども。丼にお湯とスープを袋のまま入れて温めておきます。270ml のお湯で液体スープを溶きます。熱湯に麺をほぐしてから入れて茹でます。
ささっと箸でほぐしたら水気を切って器に移します。トッピングは三等価チャーシューと長ネギと紅生姜の代わりに新生姜を花びら型に切ってのせます。そしてゆで卵。結局撮影でもたもたしている間に麺が伸びてしまいましたが美味しいです。スープはとてもクリーミーでまろやか、スガキ屋のラーメンとは全然違う味でした。懐かしい味は再現できませんでしたが、鶴亀とスープも美味しいですね。旨辛ニンニクだれはニンニクの風味は想像よりも弱め。そのまま舐めると辛いんですけれども、ラーメンに加えると甘いスープに深みが加わる感じで美味しかったです。1杯あたりは477キロカロリーです。ロティサリーチキンペンネ1580円です。似たようなものが多いですけれども、これは多分新商品です。今回は分かりやすいネーミングで、材料はロティサリーチキンとペンネ、それとローストトマトのオイル漬けとチーズとパセリです。ソースはサルサディノーチソースです。加工日は今日、消費期限は明後日です。食べる分だけを取り出しても良いんですけれども、うちはトレイごと表示通りに加熱します。500ワットで5分加熱したら混ぜて、さらに10分加熱します。ソースとチーズはペンネにはしっかり絡みましたが、チキンには絡まずパサパサした感じです。サルサディノーチソースはくるみとオイルのソースなんですけれども、存在感は薄く、ロティサリーチキンとペンネの一体感はありませんでした。でもペンネは美味しかったです。オイル漬けのローストトマトの酸味がアクセントになっていい仕事してます。マフィンバラエティパック1568円です。アップルクランブルとレッドベルベットとトリプルチョコレートの3フレーバーが4個ずつ入っています。1個あたりは 130.67 円。原産国はオランダ。賞味期限は2月6日です。約2週間です。フレーバーごとにパックされていて、個包装じゃないのが残念です。開封したら早く食べないといけませんもんね。アップルクランブルは中心にアップルフィリングが入っていて、レーズンが少しとシナモンがほのかに感じます。輸入物らしくなくて甘すぎることなく美味しいです。314キロカロリーです。チョコマフィンにも中心にガナッシュが入っていて、チョコファッジケーキとフォンダンショコラの中間のようなルックスです。見た目によらずふんわりとしてて、ちょうど良い甘さとチョコの風味を贅沢に感じます。ベーカリーコーナーのチョコマフィンより私はこっちの方が好みです。306キロカロリーです。一番気になっていたレッドベルベット、コチニール色素を使った赤いマフィンで、実際に赤紫っぽいです。クリーム色の部分はクワルクチーズフィリングです。クワルクチーズはドイツのチーズで、オランダでもポピュラーなフレッシュチーズだそうです。癖はないそうですけれども、クワルクチーズフィリングはチーズ感がしっかりあります。言いにくい。甘いマフィンですが酸味量でバランスが取れて美味しいです。食べ慣れているチーズマフィンとは全く違う味わいで、これはこれでいいなと思いました。331キロカロリーです。ホテルブレッド698円から100円オフです。2金サイズ、北海道バター使用です。メルマガにはウィークエンドスペシャルで1月22日までとなっていますが、ポップには1月26日までとなっていました。加工日が昨日なので迷いましたが、好きなので買いました。消費期限は明後日です。焼きたてだともう飛び込みたいくらいふかふかなんですけれどもね。アルミケースから取り出す瞬間が気持ちいいですよね。加工日から3日目でもこんなにふわふわしてます。以前よりふわふわが増した気がするんですけれども、改良しました？ちょっとよくわからないんですけれども、原材料の小麦粉とバターの表記が変わってたりしてますよね。このシリーズのおすすめは超厚切りトーストです。トースターに入るギリギリの厚さに切って表面に切り込みを入れます。予熱しておいたトースターで1分未満焼きます。焦げやすいので注意です。表面はパリッと、中身はふんわりもちっとしています。バター風味で甘みもあるパンなので、このまま食べるのが一番おすすめですけれども、スプレッドやサラダを挟んでも美味しいです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。
レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。